じゃあ研ぎ出しですね。ちょっとやり始めてますっていうか、ちょっとだけこの部分だけちょっとやりました。研ぎ出しってなんじゃらほいってところから今日は始めてみましょうかね。まあこれでやるよりも絵かなんかの方が分かりやすいかもしれない。キットのプラスチックのプラね。でここにサフェーサー塗ってを塗って、そこに塗料をのせて、でそこにクリアを塗りましたよね。で当然平滑じゃないわけですよ。エアブラシですから、普通にやってももっとガタガタになるんですけどね。平滑ではないと。でこのクリアの頭を削いでやるとまっすぐになると。削いでやる、削るってことですね。研磨、すごいですね。磨くのここに石が入っている。昔は多分石かなんかでね磨いてたということでこういうことですね。とは言ってもプラモを石で磨いちゃダメですよ。問題はなぜ2週間とか2週間以上置いておかなきゃいけないかというと、クリア層、クリア層にしろその下にしろゆっくりと揮発していくんですよ。何が揮発するかというとシンナー分ですね。シンナー分というか有機溶剤。有機溶剤がよずみこっちじゃないよ、こっちだよ。有機溶剤が揮発していくとほわーんとただ全部一斉に綺麗にほわんとなっていくわけじゃないんですよね。当然今ここでこうガタガタとなってるよと。ここの部分は肉厚があるわけですよ。でここの部分は肉厚が低いってわけですよね。でここの中よりもこっちの方が若干揮発に時間がかかる。あとは当然なんていうのかな、分子構造までお話しちゃうと僕自体が分かんなくなっちゃうんですけど、分子レベルから均一ではないんですよ、ここの中っていうのは。均一ではない。密度が均一ではないということですね。字が下手で申し訳ございません。均一ではないから分子レベルからね。だから当然揮発も均一ではないんですよ。やっぱり均一ではないものの揮発は均一ではないという。一見乾燥しきったと思ってもばらつきがあるんですよね。多分今これ2週間置いてあってもばらつきはあると思います。でばらつきがあると
例えば削って均一にしました、見た目を慣らしましたよと、綺麗にしましたよと、研ぎ出しが終わって研ぎ出し済み。ところが中でまだ乾いていない部分がこう残ってると、揮発しきってない部分がこう残ってると、日にちを置くと極端な話こうなっちゃうんですよね。だから日にちを置くんですよ。で人によってその環境によってその置いておく期間っていうのは異なると思います。でどうやって判断してるの？どうやって判断してるの？それを適当です適当ですよ。結局分かんないですよ。匂い嗅いでも今匂いもうしないもん。だからいろんな情報ですよね。いろんな人がブログとかこうやって YouTube とかで何日間とか何週間とか半年1年とか話はあるんですけど、結局は経験でしょうね。自分でやってみる経験ってこの時でいいんだよね。経験、これが重要だと思います。一番だから、YouTube 始めてユーノス始めたこと作りかけのユーノスロードスターやってたんですけど、あれはもう完全に失敗でした。で中でやっぱり初期乾燥機とかも使ってやってたんですけど、初期乾燥機があれ初期乾燥機の使い方からしてちょっとエラーを起こしてたんですけど、マスキングテープを貼ったまんま乾燥しないようにしましょう。しかも高温乾燥をしてたという。高温乾燥すると塗料が溶け出すんでマスキングテープの跡がついちゃいます。そうなったらね、また塗料を剥がしてやればいいんですけど。で2週間、僕は一応自分の中で2週間ぐらいかなという、自分の中で2週間ぐらいかなという目安でやってます。でその2週間の中でとりあえず綺麗には仕上がってるんで、そんなもんでしょうね。そうですね、ロードスターであれ、例えば乾燥機を使ったにしろ、その翌日だから塗装の翌日とかに、これできるんじゃね、磨いてもなんかザラザラが出てくるんですよ。そういう状況が起きました。結局は揮発しきってない部分ですよね。さっきのこの部分生じてたと。そんなことないで2週間を今やってます。目安にやってます。で研ぎ出しのね、これやりながらって磨きながらってすごく分かりにくいですね。今これ2000番でやってます。2000番で今ここの屋根のここの部分だけ終わりました。なんか
濡れてただけだよね。湿気だよね。でちょっとこれ書いちゃダメだよ。できればこの2000番の段階でこういうのもね落としときたいんですけど、ちょっと今回このようにザラッザラになっちゃったんですよ。最後のクリアがまずかった。ただこれを削り落とせばいいんですけどね。4回5回吹いたかな。もうちょっと攻めれると思います。これぐらいのレベルまで2000番だったら持っていきたい。ただやっぱり角の部分、角が近い部分って厳しいんですよ。例えばここもともとが若干まくれ上がりあって、一応パテで修正したんですけど、やっぱり若干こうくぼんでるんですよ。ここスッと前もここの部分がスッと若干くぼんでる。あとこのレインストリップなるのかな、ここの際の部分もあんまり攻めるとだいたいこの辺りでこっちから磨くのとここを磨くのとこう重複しちゃうところが重複しちゃうと、当然そこの部分はどんどん塗料が落ちてっちゃって結果クリアがなくなっちゃうとツヤが変わってきますよね。あとは一方向に磨いてるとこの今研ぎ出しで2000番点一番目が粗いんで、後々こう傷が出てきちゃう。深い傷が入っちゃうと。だからこの段階で例えばラプロスの6000とか研磨力の優れた細かい番手ので磨くって方法もありはありだと思います。なんでやらないかっていうとラプロス高いからです。だってねお金かけられないですよ、そんなに。お金かけられない部分はね、もうリスクを冒すしかないんで、こんな感じで、だからあんまりこの周り縁の部分に関しては攻めることはできないですよね。あとデカールのところ、今回デカール箇所失敗したんですけど、ここですね。ここもう色的にはもうほとんど分かんないです。全然分かんないですね。で塗料でデカールをくっつけたような感じなのか、いやちょっと盛り上がってるからデカールが曲がった状態で、だからここの部分だけデカールが二重になってるのは非常に肉厚がある感じになっちゃいました。だからここは気をつけて磨かないとまたデカールの下の白が出ちゃうんで、デカールに関してはグレー、正確にはこうですよね。さっきの話グレーで、ここにデカールという非常に分厚いものが乗ってると薄く見えるんですよ。結構厚いんですよ、デカールって。実際これもこの下の塗料のあれにこう追従っていうかね、絶対浮いてると思うんですけど、この浮いてるところにマークソフトの糊が詰まってるっていう感じなんです。問題はここですよね。問題はここ。クリアがこうなっちゃってるんです。でこれを削っていくということですけど、これも攻めすぎるとデカールが顔を出しちゃう。
最悪デカール削っちゃうとすぐ下の塗料じゃないフィルムの、これはどうなの、フィルム自体はクリアなのかな、いや違うな、裏から見ると白いから白だね。で白いフィルム、多分どうなのかな、あれデカールの構造ってちょっとあんまりよくわかんないけど、裏から見ると白いんですよ。その上にブルーとか色が乗ってるんで、まあ当然傷つけるとその白が出てくると、それを最悪避けたいですよね。なのでここもね、多少こう浮き上がっててもいいと思うんですよね。多少実写もほら前お話ししたようにカッティングシート、ラッピングフィルムなんでペトッと、こういう浮き上がりはある。あんまり攻めていってリスクを冒して攻めていってこう傷つけて傷を広げるよりもパッとした見た目重視でいいと思うんですよね。あとは気をつけなくてはいけないところがまああれ言ったっけかな、何方向からも磨くっていうの、僕やってるのは基本的にはまあこれ前これ後ろでね、まあこういう方向、まあモールドがもしこうあったらレインストリップなんかねこう立ち上がってますよね。ただここはもうこの方向しかできないんですけど、基本的にはこうやったり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 、いろんな向きから、磨いてます。まあ場合にはこの回転が逆になったりねするんですけど、磨きやすい感じでっていうのは、例えばこの方向だけでやってるとどうしても指の大きさは決まってるんで癖があると思うんです。で同じとこばっかり削っちゃうという可能性が出てきます。そうするとここだけ溝ができちゃいますよね、極端な話。それを防ぐため、またはどうしてもこの方向のみの擦り傷が深く残っちゃうというのも懸念されますね。なのでいろんな方向から磨いてやった方がいいです。それからエッジのお話ですね。何でもそうなんですけれども、車しか研ぎ出しはしねえかでも、こう例えば今のレインストリップ断面見るとこうなってます。そうするとクリア塗料というのはここの部分って薄いんですよ。こう流れちゃうんで、逆の見方をすればこの部分が一番塗膜は厚いんですけれどもね、ここは非常に薄いと。だからここはもう手をかけない、ヤスリが当たらないように磨かなくてはいけないです。で特にこの車体ね、ここ難しいと思いますよ。これスーッと線が面に変わっていくような感じなんで、実際この上も面は面なんですが、細い面なんですけれどもね。で状況によってはこういうとこは手を出さないで、ここがえぐれてます。ここがわかりますかね。ここはえぐれてるんですよ。なのでそれがこうリアゲートの面につながってるってことなんで、どっから磨き始めるかですけれどもね。
でまあエッジには手を出さないとはいえ、ある程度は僕はある程度ですよ、本当に何回か磨く程度ですはやってます。その辺がちょっと難しいかもしれない。ということを踏まえつつ、マスタングの、研ぎ出しを次回はお送りいたします。それではまた。